6月のある火曜日、朝8時40分。駅前の商店街で古い金物屋の前に足が止まった。シャッターは上がっている。なのに売り場は薄暗くて人の姿がない。この2年で隣の店は3回変わった。カフェになり、弁当屋になり、今は貸物件の紙だ。それなのにこの金物屋の1軒だけが変わらない。なぜあの店だけなのだろう。それにもう一つ、私は何を見てあの店は大丈夫そうだと決めていたのだろう。気になって時間を変えて何度も通った。朝も夕方も休みの日の昼も客が中にいるところを一度も見ていない。客が見えないのになぜ続いているのか。多分こういうことだろうか。やはり私の見ていない時に買い物客が時々来る。その積み重ねで細々と食べているのだろう。それなのになぜか気持ちが片付かなかった。次の休み、思い切って中に入った。やかんもほうきも包丁もある。でも一番場所を取っていたのは小さな金属の部品だった。ネジやビスが透明な引き出しに1本ずつ分けて入っている。いつものホームセンターなら同じものが何十本か入った袋だ。ここでは1本から買える。1本だけ買いに来る人がいるのだろうか。店を出るとき、脇の細い路地に軽トラックが止まっていた。あの軽トラックが頭に残っていた。積むなら朝だろうか。次の週、いつもより1時間早い電車に乗った。表のガラス戸の向こうはいつもと同じだ。けれど脇の路地に入った瞬間、音が変わった。シャッターが半分上がっている。荷台に長い棒と重そうな紙袋が積まれていく。作業着の人が二言三言交わして扉を閉めた。私は表に回って店に入った。すぐ後から別の作業着の人が入ってきた。その人は棚を見もしないで品名だけを言った。店の人が奥から出したものを受け取り、伝票にサインして出て行った。財布を一度も出さなかった。時々来る買い物客だけではこの店の朝は説明がつかない。あの人たちは誰で、いつ、どうやって払うのだろう。帰ってから財布を出さない買い方を調べた。掛け売りという言葉に行き着いた。でもそれがなぜ店の得になるのかがわからない。夏の挨拶におじが訪ねてきた。若い頃、町工場で材料を買う仕事をしていた人だ。うちは月末で区切ってよく月の末に払っていた。うちに代金が入るのはずっと後だから、材料代を先に払ってたら現金が持たない。つまり店が材料を先に渡して代金を受け取るのは後にしていた。その間の材料代を店が立て替えているのに利息は取っていない。月の初めに買った材料なら代金が入るのは2ヶ月近く後になる。店は1ヶ月から2ヶ月代金を受け取らずに待っている。それなら安い店で買った方が得なのではないか。おじは逆に聞いた。あと1本足りないだけで現場がどうなると思う？人が全員止まるんだ。材料代より待たせている人の給料の方が高くつく。それに細かい買い物のたびに現金を用意していたらお金の出し入れの管理が大変で仕事にならない。だからその日に材料が手に入るか、いつものもので通じるか、賭けで買えるかが重要なんだ。値段の話はその後だ。それなら他の店も同じことをすればいいのでは？賭けで売るのはその人が必ず払うと信じるということだ。はじめは信用できる人だと思ってもらえるまで賭けで買える額がうんと小さかった。何ヶ月か払い続けてやっと増えたんだ。何年か続けるうちに電話で品名を言うだけで通じるようになった。どの現場で何を使っているかを向こうが覚えていたんだ。1本足りなくなった時、その店の人はその1本だけを持ってきた。
あれでよその店に買える気がなくなった。あの朝、財布を出さなかった人たちは、おじと同じ仕事で材料を使う側の人だった。今なら、ネジ一本でもネットで安く買えて、翌日には届く。でも、いつものものをその日に、とは注文できない。相手が覚えていてくれることは、その町で長く付き合わないと作れない。私は表の売り場だけを見ていた。店は仕入れの代金を先に払い、売った代金が入るのは1ヶ月から2ヶ月後だ。その間をどうやってしのいでいるのだろう。もう一度、あの店の前に立った。2階に洗濯物が干してある。店の上がそのまま住まいなのだ。自分の建物なら毎月の家賃はいらない。金物や工具は流行で古くならないから売れ残っても傷みにくい。おじはこうも言っていた。うちは毎月だいたい同じ額を同じ店で買っていた。店の側から見ればいついくら代金が入るかが読めていた。読めるなら待てる。家賃がないことも在庫が傷みにくいことも稼いでいる理由ではない。待てる理由だ。待てても後で払ってくれる相手がいなければ店は終わる。私は建物が変わらないことだけを見て大丈夫そうだと思っていた。それは待てる側の事情でしかなかった。次の朝、また同じ商店街を通った。売り場はやっぱり薄暗い。変わったのは私の見え方だけだ。あの売り場の向こうに朝の軽トラックと品名だけで通じる相手と月末に払う約束がある。調べてみるとこういう店はこの数十年で随分減っていた。後で払う相手がいれば必ず続くわけではなく、今残っているのは減っていった中で残った店だ。多分私は店だけでなく他のことでも同じことをしている。表から見えるものだけでこれは大丈夫、これは危ないと決めてこなかっただろうか。面白かったら高評価をしてもらえると助かります。この先も身近なものの裏側を一緒に掘っていきます。チャンネル登録をして次も一緒に身近な調達を確かめていきましょう。